こんにちは。お元気ですか？今日は10月の1日の水曜日ですね。もう10月になって、もうやっと夏が遠ざかったかなっていう感じですよね。最近は本当に気候も過ごしやすくって、窓とか開けてるとね、入ってくる風が気持ちいいなっていう感じで、私もね、この時期は好きですね。春とかよりも好きかもしれない。花粉とかがないからなのかな。そんな感じでしたけれども、昨日はちょっと私体調がすごく悪くてね、もう一日中もう何もできなかったですね。ベッドでぐってんとして、もう本当お茶碗とか食器とかをね洗うのもちょっと無理っていうくらい結構辛かったですね。無理っていうかね、ものすごい頑張ればできるくらいなんですけど、だからもうなんかね、でも頑張る必要ないからさ、もうぐでーんとしてましたね。横になってても体が辛いから、なんかそれを紛らわすためにね、YouTube とかをひたすら見たりとかしてました。もう昨日はね、朝起きた時からね、あれもう今日は体が辛いぞと思って、なんかふらーっとしてね、立ちくらみとかもしましたね。でなんか洗濯物とかをね、朝洗濯機でセットして、洗い終わった時もう干すのが辛かったですね。で私毎朝の習慣として、床をね、いわゆる床シート、ウェットシートみたいので簡単に床掃除をして、でその後にそこにヨガマットを引いて、朝10分のすごく簡単な朝ヨガ、もうストレッチみたいなね、すごく疲れない程度のやつなんですけど、その朝ヨガを10分くらいのやつを選んでやるっていうのを習慣にしてたんですけどもう昨日はね、もうそれ絶対無理っていうぐらいね、体がなんか辛くて、やろうかなーって思う思わないっていうね、その判断が出てこないくらいもう無理っていう感じで、もう朝の床シートもせず朝ヨガもせず、そのままグデーンってなってましたね。でなんか食欲もそんなに出なかったので、10時ぐらいにね、さつまいもをふかしたやつが冷蔵庫でストックしてあったので、そのちょっとちっちゃめのやつをね1個食べたりしました。なんかやっぱ朝方に1回食事をとっとかないと、なんか体内リズムが崩れるような気がして、なので、そんなに食べたくない時にたくさん食べる必要はないけど、ちょっとリズムを作るっていう意味でね、ちょこっとだけ食べたりしました。でね、この体調不良はね、風邪とかね、そういうんじゃなくって、言うなれば生理の時の体調不良ですね。ただ今回の体調不良は、これまでのね、生理の時の体調不良とは違って、この体の感覚的にね、私がここ近年っていうかここ最近かな、更年期かなっていう、その更年期の症状がね、軽い症状ではあるんですけども、そういうのが出始めてるなっていうのを実感してたんですけれども、その中で今回来た生理で、なんかより体のバランスが不安定になってることによって生じた、だから軽い更年期の体が不安定な状態かける生理の時のこの体調の悪さっていうのが合わさったようなね、のコンボが増幅されたような感じで体調が悪くなったような気がしました。だからね、この若い頃からのこれまでの生理の時における体調不良とかとはまたちょっと違うような感じがしましたね。症状的にはとにかく体がだるいのと、とにかく存在してて辛い。なんかね、ちょっと貧血の時に似ている感じですね。でいわゆる生理痛のこの激しい腹痛、この痛いっていう腹痛とかは全然なかったんですけど、とにかく体がだるくて、
何をするにも立ち上がるにも何かをするのも億劫でっていう、とにかく横になってたいっていう感じでしたね。でここ最近感じてたね、その体のほてりとかもね、それは軽くあったりなかったり、そんなにないかな。とにかくね、なんかおそらくこう体がねこうバランスを崩してるんだろうなって思いました。やっぱり生理になってるので、体はねこの生理なので通常通りのこう経血を出してとかね、そういうやつをやろうと脳はきっと命令してるんでしょうけど、きっと体本体の方がね、いやもうそろそろ閉経しようとしてるんで、そんなに命令出されてもみたいな感じで多分ね、そんなにこう脳からの指令に対して体がそこまでこういつも通りの生理というかね、そういう働きをしてないというかね、実際この生理の経血とかも通常よりも最近は減ってきてるし、その経血の色とかもね、なんていうのかこう景気よく鮮血が、赤い経血がドバドバ出るような感じじゃなくて、ごめんなさい、これあんま聞きたくない方いると思うんですけど、まあそんな感じではなく、きっとそろそろねこう平均近づいてるんだろうなっていう感じの、控えめな経血で出てたりとかしてたので、ちょっとねその辺がこうバランスがとにかく崩れちゃって、結果こういろいろ自律神経とかも乱れた結果のこの全体的な体調の悪さなんだろうなっていうふうに思いましたね。で昨日はね生理4日目だったのかな。だから生理が重い日で体調が辛いというよりね、ちょっとその生理になってる間の自分のバランスが崩れたこの波があってみたいなのがありましたね。だからその前日の3日目は逆に体調が結構いいなって思ったんですよ。生理が始まった1日目2日目はそんなにすごい辛いってほどじゃないですけど、いつも通りのちょっと生理だからそんなに頑張れねえなみたいな、そういうくらいで、でも普通に生活できるくらいで3日目のね昼過ぎぐらいには結構体調が良くなって、でちょっと昼過ぎにね1時過ぎぐらいにスーパーに行ったりとかしたんですよ。その時はね天気も良かって、こう外を歩いてて、体が軽くて体調がいいっていうのはこんなにも心地いいもんなんだななんて思いながら、こうちょっとルンルンした気分でスーパーに向かったりしてたんですよね。だからその前日は気分が良くて、その翌日にものすごい朝起きたら体調が悪くなってるっていうね、なんか意味不明な、なんか体調が悪くなるようなことをした、何かを無理したとか不節制したとかね、そういうのもないので、あれみたいな感じで、だからねやっぱり体がバグが起きてるっていうかね、この更年期特有のその体の中でのあべこべだったりとか、とにかくこう自律神経が乱れたりとか、この波形でこう上に行ったり下に行ったりっていうようなイメージがね自分の中で起きるようなね、そういう感じでしたね。だからその更年期というね閉経に向かっていく、そのちょうど体も変化の過程な時期にね、こう体がこう不安定で乱れて起こる体調の悪さなんだろうなっていうのはちょっと感じましたね。だから今までにない感覚での体調の悪さかなっていう風にね。だから生理の時はもしかしたら、私の体質的にね、更年期期間でのさらにその中で生理が訪れた時はやっぱちょっと乱れやすさがこう振り幅が大きくなるっていうのが、もしかしたら私のタイプの更年期なのかもなっていうふうに思ったりしました。なのでね今日はね昨日はちょっとダウンしちゃったけど、今日は比較的普通に自分家でね在宅ワークもできてるし、朝起きた時昨日に比べて全然体調いいやって思って、それで昨日洗えなかった溜めてた食器とかも今朝は洗ってて、特に
なんか気合を入れなくてもというか、普通の気分で洗えたというかね、頑張らなくても普通に洗えたっていう感じですね。昨日の夜寝る前に毎朝ね、私緑茶、日本茶を飲むのが習慣なので、その時の急須とかをね、それだけは洗っときたいと思って、溜まってる食器全部を洗う力はないけれども、それだけは洗おうと思ってね、この朝使う急須とか湯飲みとかね、そういうのだけはすごい気合い入れて頑張って洗ったんですよ。そうそう。でその一晩明けて今朝になったら、洗い物する気力あるかもと思って普通に残ってた洗い物したりしたんですけれども、全然大した労力じゃなかったですね。だからもう本当にね、昨日は湯飲み1個洗うのも気合を入れないと頑張れなかったところ、今朝になったらそれが普通にできて、やっぱ体調が普通っていうのはありがたいもんなんだなって思ったりしましたね。なんか昨日でもね、もう一日寝てた、一日寝てたって言ってもね、朝頑張って10分だけ、もう私は完全在宅なんでね、10分だけちょっと仕事をしたんですけど、もう10分で無理と思って、もうダメだと思って、すぐ電源を落としてすぐベッドに横になって、もう無理だ、もう頑張れないと思ってもう一日そうやってダラダラ YouTube を見たんですけど、夜になってね、少しだけこうできるような気がしてきたんで、夜にさらに頑張って1時間やったんですけど、でももう1時間やってもう無理って思ってね、やっぱりすぐベッドにゴロンとなったんで、昨日のお仕事の記録は1時間10分で終わったんですけど、今日はね、朝普通に仕事を始めたら普通に仕事ができたんで、いや、体調がいい中仕事をするのはこんなに楽なのかって思いましたね。当たり前なんですけど、体調悪くないから、そのやってることに集中できるっていうのもね、ありがたかったですね。昨日はね、キーボードで何か一文打ち込むのだけでも気合がいったっていうか、きついって思いながらカタ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 ってやってたので、1時間辛いと思いながらやってたのを、今日の1時間、朝やった1時間はね、何かにもう集中してるから、それで時間も早く過ぎるしっていうのもあって、単純にこう肩とか背中がこわばってきて凝ってきて、ってなって、辛いなって思ったくらいなんで、そうそう、だからね、やっぱ体が健やかっていうのは何より大事だなって思いましたね。で、私もここ最近ね、初めて更年期というのはね、更年期の中でも、更年期障害とかね、更年期症状と呼ばれるものは、人によっては全然ないよっていう方もいれば、もう更年期の期間中はもうベッドから起き上がれないっていうぐらいね、そういう辛い方もいるっていうのはね、聞いたりしますけれども、私の場合はね、今ぐらいのままで最後まで終わってくれればいいなって思いますね。昨日はちょっと寝たきりぐらいの辛さでしたけれども、生理の時でさらにこう更年期の症状が私の場合は始まったばかりで、さらに体もね、こう順応してなくても体の中でもあっちゃこっちゃしてるっていうのもあったんでしょうから、それでね、こうなんかこうなってんのかなっていう気はなんとなくだけどしました。だからこれから先本当にうまく付き合っていくっていうことと、全体的な健康を底上げしていくっていうこととかが大事なのかなって思ったりしましたね。あとはこれ個人的な意見なんですけども、私風邪をひきそうな時とかもね、同じなんですけれども、ある程度自分が意識的に自分の体にコマンドを出すことによって変わってくんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。だから私が意識的にこれがいわゆる更年期でね、私の体が次のフェーズに移行する時のこの移行期のバグによって起こる自律神経の乱れとかからによって起こるこの不調なんだろうなっていうのは、もうこの理屈的にはこう分かるじゃないですか。だったらこの
意識的に自分の体に対して、はいはい、これはもう更年期でこういうふうに体が変わる過程なんですよと。だからそんなにいつもみたいに今までみたいな生理とかね、そういうような活動とか、ホルモンを出すとかね、定期的に毎日ホルモンとかをこれくらい生成するとかね、そういうのは今までと同じように量が出てなくてもいいんですよっていうのをね、自分の体とか脳とかにコマンドを出すように意識すれば、脳がね、あれあれ、いつもみたいにエストロゲンが同じような量を出して作れてないなとか、もしくはホルモンがこう出てないな、もっと作らなきゃとか、もっとこういつものように排卵するためにこのホルモン出せよとか、そういうような指令をしすぎなくてもいいんですよっていうのを自分の体に向けてこう意識的にコマンドを出すようにしておけば、少しは症状って緩和するんじゃないかなっていう風な気がしてるんですよね。もちろんこういう基本的な生命活動だから、心臓が動いてるとか内臓とかがいろんな活動をして生命活動を維持するためのやつっていうのは意識的にしてる運動ではないじゃないですか。だけどある程度自分の意識は関係するんじゃないかなって思うんですよ。まあ別にね、心臓止まれって言ってすぐ死ぬわけじゃないですけどただこもっとこの体の内臓こういう風に動いた方がいいなとか、例えばなんて言うんだろう、ある程度呼吸とかをこうコントロールすることによってこの内臓に働きかけるっていうのもあるでしょうし、あとは単純に意識をそう持つってだけでもね、多少は変わってくんじゃないのかなって思うんですよね。例えば腕を動かすとかは意識によってやってますけど、心臓を動かすとかは意識的にはできないじゃないですか。心拍数もっと落とせとかもね、単純に運動したりとかこう深呼吸したりとかそれではできるけど、意識だけではできないとは言いつつ、意識だけでほんのちょっとはできるんじゃないかなって思うんですよね。それと同じ感覚でこう脳とかホルモンを出すとか、そういうのにも自分の意識で、はいはい、これはこう次のフェーズに体が移行してるあれなので、そこいいんですよそれでみたいなね、この意識を体にコマンドを向けるような意識を出せば、もしかして少し緩和すんじゃねえかなっていうふうに思ったりしますね。これが例えば風邪とかひきそうな時に私なんか昔からよく思うんですけど、やっぱちょっと喉がイガイガしてきたとか、ちょっと寒気がしたとか、ちょっとやばいなとか、もしかしてこのまま行ったら風邪ひいちゃうかもとかいう時は、もしかしたら今日あの辺で風邪もらっちゃったかなとか、ウイルスがこう体に入っちゃったかな、風邪の菌がこうどこかで入っちゃったかなとか、そういうふうに思った時にはちょっと私意識して自分の体の中のちょっと私の NK 細胞を総動員せよみたいなね、意識がなんとなく起こるんですよ。ちょっと、NK 細胞頑張ってみたいなこう活性化してみたいなやっつけてみたいな、部外者入ってきてるからちょっとそれやっつけてマジでみたいな、そういう風なこう意識がちょっと起こるんですよね。そんなゲームみたいな感じで思ってないんですけど、意識的にこう NK 細胞を目覚めようみたいな感覚はちょっとなんとなくイメージ的に起こるんですよね。なので、そういう NK 細胞ってナチュラルキラー細胞ですね。防衛細胞ですね。なんかやばいやつ来たらこうやっつけようとする体の中の免疫細胞なんですけども、だからそのナチュラルキラー細胞 NK 細胞をこう活性化する意識とともに、この援護射撃としてちょっと体の体温を上げるような食事をしたりするんですよ。単純に辛いもの、カプサイシン系の辛いものとか、胃腸が弱い人は無理でしょうけど、あとは生姜ですね。生姜はよく食べますね。そういう時、生姜だわ今と思って、やっぱ生姜食べると体温少し上がるっていうのもあるので、
あとはね、胃腸が弱い人はあれですけど、大根とかそういうちょっと消化を助けるものとかね、消化にいいものとかもいいかもしれないですね。単純にこの体に負担をかけないとかね、この内臓機能の負担が少ないような食事でも栄養があるものをとって、この体のエネルギーをね、このやばいやつをやっつける方に総動員していただくとかねそういう援護射撃はしたりしますね。あとは睡眠とかね、そういうのをよくとるっていうのと、そもそもそういうやばいやつを侵入させないためにうがい手洗いを徹底するのと、あとはこのうがい薬でこのめちゃくちゃうがいをしまくるとかね、そういう水際作戦とかもちゃんとして、まあちゃんとね、能動的に体を治そうという気持ちはいつも持ってますね。あとは葛根湯とかね、そういう漢方ぐらいのやつを飲んで寝るとっていうとかね、そういうのはしたりとかしてます。そういう感じで、風邪の時とかもある程度自分の意識で体にコマンドを出す NK 細胞いけみたいなね。あと私はそういうウイルスとか菌とかには屈しませんっていう気持ちを強く持つとかね。そういうのと同じノリでこうちょっと更年期やってきて自律神経乱れたりちょっとバグが起きてるなっていう上での不定収素系の、不定収素っていうか原因は分かってるから不定ではないのかもしれないですけど、更年期的なバグで起こる体の不調っていうのに関しては、それもね、自分で自分自身にこれはこれでいいんですよ、落ち着いてみたいなねはい、それでいいですから、ホルモンとかそんなめちゃくちゃ出さなくていいですみたいな今までみたいにホルモンも作りませんよみたいな違うフェーズに今移行してますんでみたいなね、そういう気持ちを持って、こういう時はコンディショニング的なね、深呼吸とかね、ストレッチとかヨガとかね、そういうのをしながらそういう意識を持つっていうことで症状は結構和らぐんじゃないかななんていうふうに思ったりとかしたりしておりますもちろん昨日みたいにね、もうベッドから起き上がれねえわみたいな時はそんなことはできないんですけども、だから普段の生活でですね、こう自分の体をよく見ながらこう意識的にそういうコマンドをちょっとずつ出していくのもいいんじゃないのかななんて思ったりとかしたよっていう話ですかね。で、あとはね、あとはっていうか話は変わるんですけど、やっぱね、ここ最近しみじみ、これが更年期における症状なのかなっていうのを実感し始めたところなんですけども、更年期障害と呼べるほどではなくとも更年期症状というくらいのちょっとした体調の悪さとか変化とかを感じて、これが更年期における、今まで聞いたことあるほてりとかね、ちょっと体の辛さとかね、そういうなんだなって思ったりしたんですよ。で、私の場合はイライラとかそういうのはね、ないんですけど、今のとこはね。で、話にはよく聞くから、ほてりがあるとか、めまいが起きるとか、こうちょっとイライラするとかね、そういう話だけで聞いてたのを自分でも部分的に体感して、なるほど、こういう感じなのかっていうのをね、実感して、やっぱその辛さっていうのってね、実感して初めてわかるなっていうのって多いんですよね。例えばその更年期とかでよく聞くほてりとかね、ホットフラッシュとかね、汗が止まらないとかね、私の場合は汗が止まらないっていうんじゃなくて、汗は全然出てないんですけど、逆にこの体温調節の自律神経が乱れてるのか、熱がうまく放出されなくて、体の皮膚の内側あたりに熱がこもってる感じのほてりがちょっと嫌っていうか辛いというかね、そういう感じで今のところ体調に出てるんですけれども、
なんか今までねちょっとほてりがあるとか汗がかいて止まらなくて辛いとかね、そういうのって聞いてる限り、病気的な症状、病気じゃないんだけど、なんかこう体調不良の症状としてはそんな大したことなさそうじゃないですか。汗が出るとかって、お腹が痛いとか頭痛がしてるとかよりも、ただ汗が出てるだけだよねみたいな、ちょっと暑いってことだよねとか、あのでも実際なってみると本当結構、私の場合は汗が出るじゃなくて本当熱がこもるっていうくらいですけど、結構地味にきついなって思ったりとか、あとは昨日はちょっとふらつきとかもあったりとかしましたけど、貧血にちょっと近いあれと、あと何が具合が悪いのかよくわかんないけど、とにかく体が辛くてっていうのはあって、なんて言うんだろう、例えばもし昨日私が、例えば普通の会社員でね、会社に行くか休むかってなったら、これくらいで休んでたらずっと休むことになっちゃうとか思って、すっごい気合を入れて会社行ったと思うんですよね。でその会社にいる間は普通に仕事をするべく超気合を入れて超痩せ我慢して頑張ったと思うんですよ。でトイレに行った時に辛いってこう眉間にシワをやっと寄せれるというかね、辛い顔ができるっていう感じで、こうトイレから出る時には眉間のシワをスッと手で伸ばして頑張って辛くない顔に戻さなきゃと思って頑張って仕事すると思うんですけど、だからね、なんだろうね、なってみたら思ったより結構きついわみたいな。で今までの人生の中でなってみないときつさがわからないというかね、甘く見ちゃってたっていうのはいくつかあって、1つ目腰痛、2つ目貧血で、今回3日目更年期的な症状ですね。腰痛に関しては私子供の頃とかはね腰痛とかなったことないから、腰が痛いとか腰痛の感覚っていうのすら分かんなかったんですよね。でも21歳ぐらいかなの時に、ある時突然腰痛になったんですよ。突然っていうか、運動とかでねちょっと体全体、特に腰とかを酷使しすぎちゃって、それまで腰痛ってどんな感じっていうくらいだったのが、ある時ドーンと腰痛になって、こう服とか脱げれないくらいの腰痛になって、即医者に行って連れてかれてみたいな感じで、急激にすごい腰痛を体験してから、それからこれまでの人生腰痛と付き合ってきてっていう感じになったんですよね。それが腰痛が原因でいろいろ諦めたこともありましたし、結構長年にわたって腰痛を今現在自分でコントロールできるくらいになってくるまでは、紆余曲折、腰痛人生を紆余曲折したし、いろんな医者にもかかったし、自分でもかなり努力もしたし、腰痛とか骨盤って書いてある本は全て本屋で買って読んだっていうくらい、当時はとにかく治そうとしてましたね。で腰痛の辛さをなってみて初めて知ったんですけど、それまでは腰が痛いってどういう感じなのかな、腰痛ってそんな大変なのかな、大変そうだねみたいなくらいに思ってたのが、人生を諦めるほど結構辛い、諦めるっていうかね、もう生きる道をたがえるほど辛いものだったっていうのはね分かったし、一度なっちゃうと、一生付き合っていくものなんだなっていうのも分かりましたね。今はね別にその腰痛はね、友達みたいなもんなんで、自分でハンドリングする術もねある程度こう自分なりのルールもできたし、うまく付き合っていけるだろうなっていう、この自信はつったら変なんですけどっていうのはついておりますし、もうこれからも腰痛に関しては自分でね知識とか経験をアップデートどんどんしていこうと思ってますね、一緒に死ぬまでねそんな感じで、まず腰痛がなってみないと分かんなかったっていうのと、あともう一つは貧血ですね。私アラサーぐらいからね急に貧血が出始めたんですよね。それまでっていうか今でもなんですけど、基本的にはすごい健康体なんですよ。で貧血もなったことがなくて、貧血っていうイメージといえば
小学校とか中学校とかね、そういう学生時代に朝の集会とかでバターンと倒れる子とかいたじゃないですか。貧血っていうと結構そのイメージなんですけど、なんかあとはもうこう女の人とかが途中で貧血でとか言ってフラフラってなっちゃうとか、ちょっとめまい、立ちくらみとかめまいがしちゃうとかね、そういうイメージで、ちょっと顔も青くなっててふーみたいなね、そういうイメージで、辛そうだなっていうのは分かってたんですけど、ただ別にどこも痛くなくて、ちょっとフラーっとして、ただフラッとしてめまいがしちゃうっていうのって、めまいとかって別にそんな辛いかどうかも全然分かんなかったんですけども、自分が貧血になってから、うわ貧血ってこんな、うわ地味に辛いんだけどみたいな、地味にっていうか、地味にっていうのはこの分かりやすくこう、私もね生理痛がこうすごくひどくて、救急車に2回乗ったりとか、こう生きるのが辛すぎてとか、そういう時期があったんで、そういうこう鋭い痛みとか激しい苦しさとか、そういうのではないんですけれども、とにかくこう呼吸が苦しいし、こう呼吸してて苦しいし、息苦しいし、こう何をするにもこう気合がいるし、もうとにかく横になってたいし、でやっと横になれたと思ってベッドに横になって休んでても、こう寝てても心地よくなくて、寝てても辛いしみたいなね、地味に辛いんだがみたいなね、それもねなってみて、貧血なんてこうちょっとフラーっとしちゃってめまいがするような感じなんでしょうとか、ちょっと力が出ないような感じなんでしょうくらいなねイメージがあったんですけどね、本当申し訳ございませんでしたっていうね気持ちでしたねで今回、更年期になって、私はねそんな今のところ全然ひどい症状ではないですけれども、それでも結構地味にちょっとうざいな、このほてりがね地味にうざいなって思ったのと、今回このたまたま生理とちょうど私がこう更年期入り始めの過渡期っていうのもあったと思うんですけども、昨日は結構この不安定なバグが大きく出た感じなのかな。結構昨日は結構きついわと思ってそうそう、だからきっと毎回こんな感じじゃないとは思うんですけど、もしかしたら私のパターン的には生理のたびにちょっとね、その症状が大きく出るかもしれないですけど、いやなってみるとやっぱ結構思ってたのよりもなんかこうなんかうざいというかだるいというか、結構辛いですみたいなねそんな風だったので、やっぱ体験なってみないとわからないなって思いましたねだからで、人によってはねその更年期でイライラとかが来るとかねいう人もいるらしいんで、私の場合はねその症状全然ないですけども、もしかしたらそのイライラと戦ってて辛いとかね、そういう方もいるのかもしれないですよね。だからねなんていうかほんとね、だから腰痛の人も貧血の人も更年期の人も、今までもいたわってきたつもりですけど、そういう方がいたらより親身になって私その人を助けてあげれるなって思いましたということで、なんか今回もまたね更年期的な話になっちゃったんだけど、しょうがないよね。毎日の生活のことを適当に話してるだけで、特にここ最近はその更年期かなっていうのを思われることばっかりのなんか数日だったので、更年期を体感し始めた時期の今の私がこんな感じでしたっていうのをね、記録できたかなっていうふうに思ったりしております。ということで、それではまた。